陽の2000倍という大きさの星がこの宇宙には実在します。なぜそこまで大きくなれて、しかも自分の重さで壊れないのか。宇宙の不思議研究所。今日は宇宙で一番大きな星を順番に見ていきます。夜空にきらめく星たち。その一つ一つが実は太陽と同じ自ら光り輝く天体です。そして中には想像をはるかに超える大きさの星が存在します。まずは基準となる私たちの太陽。直径はおよそ140万キロ。地球を横に109個並べてようやく届く大きさです。太陽はとても重く、太陽系全体の質量の実に 99.8% を占めています。地球を含む惑星たちは残りわずかな部分に過ぎません。これほど巨大に思える太陽ですが、宇宙の星の中では実はごく平均的なサイズ。もっともっと大きな星がたくさん見つかっています。星は年を取ると中心の燃料を使い果たし、外側が大きく膨らんでいきます。こうして生まれるのが赤く輝く赤色巨星や赤色超巨星です。有名なのがオリオン座の肩で赤く光るベテルギウス。その半径は太陽のおよそ700倍から900倍もあります。もしベテルギウスを太陽の場所に置いたら、その表面は火星を越え木星の近くにまで達してしまうほどの大きさです。さそり座で赤く輝くアンタレスも太陽の700倍ほどの赤色超巨星、さそりの心臓とも呼ばれる印象的な星です。かつて最大級とされたのが大犬座の VY 星。その半径は太陽のおよそ1400倍にもなると考えられています。さらに巨大なのが縦座の UY 星。半径は太陽の1700倍以上とも言われ、長い間最大級の星として知られてきました。そして現在最大の候補とされるのがステフェンソン218。なんと太陽のおよそ2150倍の半径を持つと見積もられています。この星はあまりに大きく、秒速30万キロの光でさえ表面を一周するのに数時間もかかる計算になります。もし太陽の場所に置いたら、地球も火星も木星も、そして土星の軌道さえもすっぽりと飲み込んでしまうのです。ところが意外なことに、これほど巨大な星の中身は驚くほどスカスカ。外側はほとんど真空に近いほど薄く広がっているのです。巨大な星は燃料を一気に燃やすため、寿命はとても短く、わずか数百万年ほど。太陽の100億年に比べるとまさに駆け足の一生です。そして最後は超新星爆発。星は一瞬銀河全体に匹敵するほどの光を放ち、その一生を劇的に終えます。爆発の後には超高密度の中性子星や光さえ逃さないブラックホールが残されることもあります。さらに爆発は星の中で作られた鉄や炭素などの元素を宇宙にばらまきます。実は私たちの体もその星のかけらからできているのです。では、もっと大きな星はあるのでしょうか。理論的には星の大きさにも限界があると考えられていますが、宇宙にはまだ見つかっていない星が数えきれないほど眠っています。太陽の2000倍を超える星。想像するだけで宇宙のスケールの大きさに思わず圧倒されてしまいますね。ところで、遠く離れた星の大きさを私たちはどうやって知るのでしょうか。実は星までの距離とその明るさや色を丁寧に調べることで大きさを計算しているのです。大きなヒントになるのが星の色。星の色はその表面の温度を表しています。私たちの目に見える色の違いにはちゃんと理由があるのです。青白い星は表面が数万度もある高温の星。一方赤い星は表面が3000度ほどと比較的低い温度の星なのです。ここで大事なのが大きさと重さは別ということ。巨大に広がった星でも
意外と軽いことがありますし、その逆もあるのです。例えば最も重い星として知られる R136A1 は太陽のおよそ200倍もの質量を持ちますが、大きさそのものは超巨星ほどではありません。先ほどのベテルギウスは星の一生の終わりに近づいていて、天文学的にはいつ超新星爆発を起こしてもおかしくないと考えられています。巨大な星は明るさも桁違い、中には太陽の何十万倍もの光を放つ星もあり、遠くからでも見つけることができます。もし地球がこうした巨大な星の周りを回っていたら、私たちは星の内部にすっぽりと入ってしまい、とても生きてはいられません。星がこれほど大きくなるのは、年老いて中心の燃料が変わり、外側の層が大きく押し広げられるから。星は一生の中で姿を大きく変えていくのです。星はガスの雲の中で生まれ、長い時間を輝いて過ごし、やがて最後を迎えます。人間と同じように星にも一生があるのです。重い星の中心では最後に鉄が作られます。すると星は自分を支えきれなくなり、一気に潰れて超新星爆発の引き金が引かれるのです。そして超新星爆発でまき散らされたガスや塵はやがて集まって、また新しい星や惑星の材料になります。宇宙では終わりが次の始まりなのです。こうして星が生まれる場所は星のゆりかご、星雲と呼ばれます。色とりどりのガスが広がる宇宙で最も美しい風景の一つです。冬の夜空に見えるオリオン座にも有名なオリオン大星雲があり、今この瞬間も新しい星が次々と生まれています。私たちの天の川銀河にはなんと数千億もの星があると言われています。その一つ一つにそれぞれの物語があるのです。こうした遠い星の姿も現代の高性能な望遠鏡のおかげで少しずつ詳しくわかるようになってきました。とはいえあまりに遠いため、星の正確な大きさを測るのは今でも難しく、これらの数字は最新の推定値なのです。理論的には星の大きさや重さにも限界があると考えられています。あまりに大きすぎる星は自分の力で不安定になってしまうのです。これほど激しく巨大な星の周りに生命はいるのでしょうか。答えはまだ分かりませんが、宇宙の広さを思えば可能性はゼロではないのかもしれません。宇宙にはまだ見つかっていない星や解き明かされていない謎が数えきれないほど眠っています。夜空を見上げてその大きさを想像してみてくださいね。宇宙の大きさ、本当にすごいですよね。今日の話が面白かったら、高評価とチャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。次回も思わず誰かに話したくなる宇宙の不思議をお届けします。